2022年6月16日から30日までのお牛座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。6月16日から30日までのお牛座さんのリーディングを行います。まずこちらに0番の愚者のカード。自由で型にはまらない新しさが始まっていく。合わせて新しいお仕事を指すピンのカードも出ておりまして、大石座さんというと5月から新しさが始まるというメッセージが続いておりますので、その5月から始まっている新しさが連鎖していくように、この時も新しい何かが始まっていく。主にお仕事だと思うんですけれども、それはまるっきり新しいお仕事が始まっていく場合もあれば、新しいお仕事を任されたり、新しいお仕事を生み出したり、今まで勉強や趣味でしていたことがお仕事になっていったり、空いてる時間で副業を始めたりとか、この新しいお仕事の規模も種類も人によって違うと思うんですが、共通しているのは、そのお仕事があなたの内なる力を引き出してくれる、あなたの本質を活かせるようなお仕事、あとご事情があって、もしくは必要がなくて、お仕事をされていない方もいらっしゃると思うんですが、この時始まっていくことというのが、趣味や勉強の場合、それがお金を生み出すお仕事につながっていく可能性が高いと思います。それだけこの時あなたが始めること、誰かに依頼されて始めていく場合もあると思いますが、いずれの場合も、この始まっていく新しいこと、特に新しいお仕事、将来お仕事になっていくようなことというのが、あなたの本質を生かせているので、あなた自身も生き生きしていくと思いますし、あなたが出会うべき人に出会っていくきっかけにもなる。それだけあなたを生かせていて、あなたが輝ける場に身を置けるということですので、新しい恋のお相手を探していた方にとっては、そこで出会う可能性が高いと思いますし、今お相手がいらっしゃる方の場合も、あなたが自分自身の魅力や能力を活かして活躍している姿を見て、惚れ直されるような出来事もあると思います。それで今回、新しく始まっていくこと、主に新しいお仕事というのは、こちらにブッディのカードも出ておりまして、あなたの内なる知恵、知性を活かすことができる。今まで隠し持っていたものを外側に表すことによってお金になっていくと言われていますので、例えば今までは勉強するだけに終わっていたもの、知識として溜め込んでいたものを実際お仕事で活かしてお金にしていく場合もあれば、ご自身の知識を本にするとか作品にするなど何か形にして表して、それを仕事にしていく。そしてこの新しいこと、新しいお仕事というのは、あなたの本質とつながっているので、全くの未経験から始めることであっても、すぐに力量を認められる。
こちらにエンパワーメントのカードも出ておりますが、経営されている方やフリーランスの方はもちろんなんですが、お勤めの方の場合も、学校などの組織に所属している方の場合も、あなたのこの内なる力を見抜いている人がいて、始めたばかりのことであっても、ある程度任されて、お仕事や研究を担当することになるとか、この新しいことというのは、やりがいもあるんですけれども、同時に責任も重くなっていくんじゃないかなって思います。今まで担当したことがないくらい、大きなプロジェクトの担当になるとか、全く経験したことがないお仕事ゆえに、ものすごく不安になってしまったり、とてもやりがいがあって、あなた自身を、あなたの本質を活かせる新しさなんですが、あまりにもこのお仕事が、もしくは新しく始まっていくことというのが大きすぎて、責任が重すぎて、どうしよう、私にできるかなって思ってしまう方もいるかもしれないんですが、あなたにできるから、そしてあなたの能力を見抜いている人がいるからこそ、あなたがそのお仕事の担当になっていく。もしくはあなたがそのお仕事を生み出していく。こちらにワンドの7が出ておりまして、このお仕事があなたが始めていくことが、依頼されて誰かに誘われて始めるという場合でも、自分から生み出す場合でも、広い視点から見ると、自分で自分を試しているような要素が強くって、この新しさで自分に負荷をかけて、今の自分の限界、自分の能力を測ろうとしている。もともとのあなたを活かせるお仕事、新しさですので、どんなに忙しくても大変でも楽しめるんじゃないかなって思うんですが、この新しさ、主に新しいお仕事によって、あなたの内なる知性の使い道が見つかっていく、自分を生かす道が見つかっていくというふうにも言われてるんですが、自分の知性やその知性に代表されるようなご自身が本来持っている能力を活かしてお仕事にしてお金にしていく。そういう道が開かれていく。そして先ほども申し上げましたが、それはお金になるというだけではなく、そこにはあなたに必要な人たちとの出会いがある。なので、どんなに大変でも、その新しいことを、特に新しいお仕事を始めてくださいって言われています。そしてその大変さというのは、プレッシャーと紙一重だと思うんですが、こちらにカップの5が出ておりまして、周囲の期待に潰されないように注意してくださいって言われています。視点が外側になってしまうと、周囲の目が気になってしまって、その期待に応えなきゃという思いが先行して、空回りしてしまうという危険性があるんですが、この時はこの内なる力、内なる知性を外側に使っていく、自分の本質を外側の世界で利用してお金にしていくという時ですので、視点をどういうふうに見られているかというような外側に置くのではなく、内側に置くことによってプレッシャーに押しつぶされるということにはならないと思います。あなた自身がどういうふうに見られているか、どんな期待をかけられているかということではなく、自分の力を、本質的に持っている力を、本来持っている知性を、今まで溜め込んできた知識を、どういうふうにして外側の世界で使っていくのか、主にお仕事の世界で使っていくのか、ということに集中して、この新しい道を切り開いてみてください。前回新しい船出と申し上げましたが、今回始まっていく新しさが新たに加わることによって、あなた自身もまるっきり初めて全く新しい道が開かれていく。それは自動的に開かれるというよりも、あなたがその新しさを受け入れることによって、主にこの新しいお仕事を通して、その道を切り開いていく。そして最後にラバのカードが出ておりまして、頑固で
変わることを望まない人があなたの周りにいて、常に変わり続けて、この6月、新しい道を切り開いているあなたとは対照的な人なんですが、この人が邪魔をするというよりも、この方の存在が反面教師になって、変わらなきゃいけない新しいことを始めようって思うことができたりとか、どうしてそんな新しいことを始めるのってその人に言われることによって頭を柔らかくして、新しいことを始めてよかったって思えたりとか、こういうふうに大きく変わっていく人につきものなんですが、反面教師になるような人がいるのかなって思ったのと、この新しさが始まることによって、どうしても縁が切れなかった相性が悪い人と距離を置くことができる。それはこの頑固で変わることを好まない人の可能性もあると思いますが、相性の悪い人や悪縁を断ち切るというよりも、新しいことが、そしてそれに伴う新しい人間関係が始まることによって、その合わない人と自然に距離ができていって、最終的には自然消滅していくと思います。それだけこの新しさというのは、お金を生み出すだけではなく、人間関係においてとても大きな力を発揮していく。それは恋愛でもビジネスやプライベートのパートナーシップでも、この新しさが主に新しいお仕事が始まることによって、あなたが自分の可能性を自分で拡大していくきっかけをつかんで、新たな道を切り開いていくことによって、今心配していること、悩んでいることが自然と解決されていく。それぐらいとても力を持った新しさですので、自分の力を信じて迷わず挑戦していただきたいなと思いました。それでは6月16日から30日までの大志座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。